それでは今日もやっていきましょうモダンウォーシップス。今回はヤマトで護衛戦をしていきます。このマップ、戦艦は有利だよな。今向いている方向にタンカーが来るので、ここで待機しているだけでダメージを入れることができます。あ、珍しい船だ。アルゴナスさんタンカーに特攻してもダメージないですよ。前行って定位置から遠距離射撃するだけだろ。破壊対象が見えてきたわね。敵には戦艦がいるようで、見えたら撃ちましょう。見えたな。飛行発射用意。撃たないのか？飛行発射、の進路は当たらないわね。なぜすぐに撃たなかった？自分でもよくわかってないわ。本当になんで？さて、タンカーが来るまで待機しましょう。あとちょっとでレベル51だから、しっかりダメージを出していきたいわね。やっとチュートリアルを終われるな。長かったわね。港がなかった時代からやっているけど、その後航空機が 3B 操作できるようになったり、護衛艦ヤマトが追加されたり、戦艦勢になったり、スポレフ 160M が追加されたり、護衛艦ヤマトを使っていて空母にいじめられたから空母勢に転換したり、空母飛行発射、空母を学び始めたり、ギア3上がりたてで強襲空母のマークに驚いたり、マーケットが追加されたり、ルーレットが追加されたり、核魚雷が追加されたり、ベルゴルドで無双したり、アスター核魚雷が追加されたり、レベル上限が61になって球根が遠ざかったり、いろんな困難と、いろんな試合をこなしてついに、レベル51になれるのよ。いやー長かった長かった。さて、そろそろタンカーがお見えになるわね。あそこに船がいるけど、戦艦じゃなかったら飛行は撃たないわ。なんだ BBGX か、飛行は撃たなくていいわね。副砲たちでダメージは出すけど、タンカーさんをお祝いするために飛行は取っておきましょう。BBGX は主ミサイルがわかりやすいからな。BBGX はミサイル構成が1枠と3枠だからわかりやすいのよね。ここで3隻のタンカーの体力を削っていきましょう。史実のヤマトさんも通称破壊してたのかな。タンカーぐらいの大きさじゃないと飛行当たらないだろ。そうか、通称破壊は U ボートのお仕事か。さて、1隻目のタンカーの体力を半分くらい削ったわね。次は2隻目だな。煙幕で見づらい。チェックポイント到達のおかげで装備のリロードが一瞬で終わったな。2隻目のタンカーもお祝いしましょう。狙っておめでとう。筑砲により11万ダメージ。2隻目のタンカーにはそんなにダメージを与えられなかったわね。3隻目のタンカーも削っておこうな。3隻目が通り過ぎた頃には、1隻目が岩割れに前方の岩から顔出ししてくれてるから、その時にもう3分の1を削って、右に出てきたところで沈め切りましょう。この子の対応が終わったら出てきてくれてるかしら？キノコ部も見づらい。ヘリキャリアモードが思い出されるな。1隻目を半分削れただけで、あと2隻残ってるわね。今3隻目が現れたけど、場所の関係でそんなに削れなさそうね。20万ダメージ。ちょっとだけ削って次の場所に移動しましょう。左から攻撃が飛んできているから、ちょっと先に行って岩で車線を切りましょう。移動中に索敵でもしようかしら。敵の体力を知りたいな。どれどれ、味方さんに核持ちがいるから、結構削れていると思うのだけれど、みんなにりしか残ってないね。さすがにヤマトの艦載機の機銃じゃ沈めきれないけど、移動中に話すことがないよりマシね。それが目的か。特攻したらちょうどタンカーを祝えるわね。そうだな。さあ敵重系を打ち込んで、自由落下弾に切り替えて、特攻。左を向いてアップを持ってた視界じゃなかった。2隻もいらっしゃるようで、仲がいいですね。ま、飛行打ちますけど、1隻ならまだしも2隻は面倒なんでね。あなたも沈みたいのかな？選択権がない恐怖。敵の空母も私に攻撃してきてるわね。今回は沈んであげましょう。沈んであげると言いつつ沈めてあげるヤマトさん。これでタンカーに攻撃できるわね。敵爆撃機の攻撃がなかったらな。まあ、体力の回復という意味でも、デスルーラしましょう。デスルーラ。これで新しい力狙えるな。沈むことは必ずしも悪く働くわけじゃないのよ。こうやって新しい視点から周りを見渡せるし、ゆっくり作戦を考えられるからね。タンカーまではちょっと時間がかかるから、護衛してる船を沈めていくのが先決かしら。敵のリスクから近いといえば近いけど、意味はあるでしょう。敵に戦艦が2隻いるのがちょっと厳しいところだけど、一回沈めちゃえば再起するのに時間がかかるから、沈めてあげるのもやぶさかではないわね。そろそろタンカーがチェックポイントに着くから、飛行のリロード時間を消せるし、今のうちに体感しておきましょう。次の一斉走者でタンカーの体力をミリにできるから、沈めた後は2隻目のタンカーに繋げましょう。後ろの戦艦は味方がやってくれることを祈って、タンカーにダメージを入れていくわ。煙幕張られてもダメージを出せていいな。水売りは沈めてあげましょう。そろそろタンカー沈められるか？そろそろ沈められるわ。煙幕焚いても意味ないよ。飛行発射。沈めきれず。それでも2隻目に繋げられそうね。タンカー撃破。では、2隻目のタンカーを狙いましょう。飛行発射。あとタンカーは2隻。残り時間は4分半だから、沈めきれるだろ。そうね。深く考えず飛行を打っていきましょう。にしてもやっぱりタンカーは硬いわね。徐々に削っていこうな。護衛艦の撃沈は味方に任せましょう。私たちは持ち前の体感火力でタンカーだけを攻撃するわ。まあ、危なくなったら護衛艦も沈めに行くけど、体力は約60万あるんだから、多少
傷は耐えられるでしょう。オイルタンカー体力残り約半分。右斜め前の岩に隠れられる前に沈め切ることは不可能ね。できるだけ削って、3隻目のタンカーの攻撃に移りましょう。できれば沈み切りたいが、確かに無理そうだな。中華戦艦だったらいけたかもね。徐々に削れてって。体力残り2分の1ってところだな。そろそろ3隻目の攻撃に移りましょう。煙幕張っても地方は刺さるよ。タンカー2隻目、撃沈。あら、沈めきれたわね。タンカーの速力が思ったより遅くて助かったわ。最後の3隻目は隠れられるな。なら余った時間で対艦攻撃。敵艦を沈めて経験値を稼いでいきましょう。この湖を沈め食ったら、タンカーは攻撃できる位置にいてくれそうね。そうか、結構遅いから時間があっと思うけど。余ったら余ったで対艦攻撃に回しましょう。余りすぎてるね。ならタンカー沈めに行っちゃいましょうか。このまま前進してタンカーにとどめを刺しに行きましょう。もう500万ダメージか。日本が誇る戦艦だからね。私的には護衛艦ヤマトより旧ヤマトの方が好きだわ。その心は甲板がキモいたなのが高得点。あとはアートコイン使わないってこと。後者が本命な気がしてならない。あの岩の向こうにタンカーがいるから、そろそろ到着ね。暇だしあなたも祝福しましょうか。武装停車。一気に半分くらい削れるのがいいよな。はーいタンカーさん、祝われてくださいね。味方も到着して画面が大変なことに。かなり情報量が多いわね。奥に戦艦たちが使えてるけど、岩とタンカーが邪魔で、私たちには攻撃できないわね。このまま持っていきましょう。次の地方発射で沈められるかしら。おそらく沈めきれるぞ。右から敵艦も来てるけど、無視できるレベルね。空母も協力してタンカーを攻撃してるし、時間の問題だな。地方装填。間もなく装填完了。地方発射。それでは2戦目やっていきましょう。なんとですね、先ほどの試合でレベルアップしたと思ったら、あと数万のところで上がれなかったんですよね。ということで2戦目です。敵に戦艦戦隊がいますが、こちらもヤマトが2隻いるので、攻撃面で問題はないですね。ただ先ほどの試合より、敵が面倒になっているので、注意していきたいですね。初手真ん中に行って、タンカーを待ちましょうか。敵が来たら攻撃しような。今回敵に、無視できるような船があまりいないので、味方と暗黙の了解で役割分担していきましょう。もう1隻のヤマトは左から回るのね。とすると私は壁役になろうかしら。全員で一方向に向かえているから、スタイドが高いわね。連携が取れていていいな。さて、そろそろ敵が見える頃かしら。全員で警戒していこうな。マップの感じ、私が先制攻撃と壁をすることになりそうね。1回くらい沈むのは当たり前だかし、壁の任務、引き受けましょう。そろそろタンカーが見える頃か？まだまだまだよ。でも一隻の敵は見えたな。そうね、タンカーを攻撃する前に、敵護衛船を沈めないといけなさそうね。結構遠いところにいるわね。やっぱり護衛してる船からやらないといけないのかしら。3隻で一緒に来てるから、ある程度の敵には対応できるだろ。もう一回確認しましょう。さっき見えた船は湖。私の少し右にヤマト。岩から出たら湖を攻撃して、味方のヤマトの壁になりつつ、タンカーが来るのを待つ。作戦決行。半蔵さん狙ってるんだ。それでも湖に攻撃しましょう。半蔵の体力は削りきれないから、見逃してあげるわ。その代わり湖には祝われてもらいましょう。次の地方走者でやれるかしら？味方ヤマトもいるし沈めきれるだろ。地方装填。地方発射、したかったけど半蔵が邪魔。なら代わりに祝われてもらいましょう。湖は味方ヤマトにお任せするのな。なお右から別の船が接近中。増えないでほしいな。どんな装備積んでるのかしら？漢字特攻してきそうね。確かレベル56くらいだったから。不安ね一応地方発射。はーい、核魚雷なのね。核魚雷に核ミサイルも持ってるぞ。私の後ろの子を狙ったみたいだけど、うまく壁に慣れて。ない。まずいな。状況はかなり悪い。もうすぐ地方の再装填が完了するから、沈みきれるのだけど、今はヤマトを攻撃。沈められるなら沈められるで、デスルーラしましょう。体力的にもあれですし、その弾道核じゃないですよね。できれば沈め切りたい。さっき湖狙ってる場合じゃなかった。許さない。報復攻撃の始まりか？一回沈められてからが始まりだもんな。デスルーラ完了。味方も結構沈められていたのね。もうすぐチェックポイントの割には、全然タンカーの体力削れてないから、不安になってきたわ。チェックポイントに到達すると、敵のリスクがすぐ近くになっちゃうから、より戦いづらくなるぞ。戦艦2隻と核魚雷、核ミサイル持ちの子さえなんとかできれば。味方も結構大変だな。右側の狭いところから敵戦艦が来てるし。一応ここから狙えるけど、いかんせん狙える範囲が狭いから、大したダメージを与えられないのよね。前に出てタンカーを沈めに行きましょう。そろそろ一隻沈めないと大変よ。残りチェックポイントは3つ。全隻ほぼノーダメージで生存。面白くなってきたじゃないの。右側に戦艦がいるから、それを沈めましょう。ただ沈めるとすぐ近くでスポーンするから、注意が必要よ。味方を狙っているうちに、ダメージを与えていきましょう。体力優位にあるから、沈められることはないわね。
敵戦艦、撃破。タンカーとはそろそろ車線が通るわね。タンカーの一隻は今いるところの、すぐ前を通るから、ここら辺で待機してもいいのだけれど、周囲の敵情勢を知りたいから、少し前に出ましょう。タンカーの到着まで時間があるから、もう一隻のヤマトを待つのも手だな。さあ敵砲の用意をして、タンカーを狙いに行きましょうか。私たち戦艦がタンカーを攻撃して、敵の護衛艦を戦艦以外が対応する。今はそんな感じね。タンカー2隻目が出てきそうだから、ここで待機してましょう。ついでに艦載機を出しておきましょう。タンカーが出てくるまでまだ時間がありそうだな。できれば対艦攻撃をしたいけれど、ここで前に出たら集中砲火を食らいそうね。敵艦が結構奥まで入り込んできているから、そっちに集中させて私たちはタンカー待ちましょう。一隻出てきそうだぞ。あれは対応せざるを得ないわね。地方照準。全問停車。半分削ったぞ。あの子は核編成の子だから、十分に注意しましょう。数発くらいの核なら耐えられるけど、エフェクトのせいで狙いづらくなるのは避けたいから、食らわない方針でいきたいわね。でも魚雷は迎撃する術がないから、受けてあげようじゃない。魚雷のダメージと交換で飛行を上げるわ。あれ魚雷がない。まあいいわ。タンカーを攻撃しつつ、必要に応じて右の通常艦を沈めましょう。味方艦が前に出てくれたから、そのまま出てくるんだ。まあ、2対1の状態に突っ込んでくる勇気は称えるわ。逃げようとしてるけどな。戦艦ヤマトが2隻いるから逃げたくなるのも当然よ。片方の体力が危険だぞ。おそらく敵戦艦たちの攻撃ね。味方が到着するまでダメージを与え続けましょう。味方が来てくれたな。これで私が沈んでも良くなったわね。ダメージを途切れさせないように考えていきましょう。わあすごい核の光。タンカーと同時に、敵も集まってきたわね。今のところ支障はないけど、少しずつ対応していきましょう。徐々に味方が揃ってきたな。2隻目のタンカーの体力は残り半分。でもそろそろ岩に隠れちゃうから攻撃し続けるのは不可能ね。ということで別のタンカーを攻撃しましょう。敵からのミサイル攻撃が激しいわね。でも落ち着いて主ミサイルを待ちましょう。あら、飛ばしちゃったわね。他と弾道が違うから分かりやすくて助かるわね。あの核って主ミサイルじゃないのか？なら訂正して、敵一隻の主ミサイルは回避できたわね。にしてもすごいミサイルの数だな。RPK と YJ かしら？確かに混ぜられたらわからないわね。体力が厳しいから交代しましょう。一隻のタンカーは沈めきれそうね。頑張って味方。敵も負けじと進軍してきてるわね。来るならここで迎撃するわ。さあ来なさい。あら、来ないのね。おじけづいたのかしら？まあ、味方艦が4隻縦に控えてるからな。来ないならこちらから行こうじゃないの。飛行発射。結構危ないんじゃないか？私が沈んでも後ろで繋げてくれるわ。敵艦の体力も減らしていきましょう。味方が一隻前に出るから、後ろで回復させてもらいましょう。そのまま1と5対1になっちゃうけど大丈夫かしら？あっち一瞬で体力削れてる。早かったわね。みんなの5隻の前に突っ込むとああなるよ。逆におびき寄せて5対1にできればあれができるよ。難しいと思うけどな。あら、一隻突っ込んできそうね。しかも戦艦が、どうしようかしら。タンカーを撃つか、戦艦を対処するか、飛行発射、タンカーを攻撃する。時間があったら何かしらを攻撃しないとね。あれは核先生の子、戦いたくないよ。飛行はさっき撃っちゃったから、出して削れないわね。前と右から挟まれそうね。いいじゃない、戦ってあげようじゃないの。ヤマトの力を見るがいいわ。飛行発射、今はこの戦艦を優先して、核編成の子は主ミサイルを着りましょう。この戦艦は沈めきれそうね。その戦艦の後ろから数隻来てるぞ。大丈夫よ。なんとかなるわよ。さあ2対1の状況に突入しました。果たして本当に大丈夫なのでしょうか？核受けても知らないわ。とにかく敵を沈めて味方の負担を軽くするのよ。もう一隻は味方にお任せして。はい、あなたね。ダメージ交換でも相打ちに持っていきたい。核魚雷は絶対に撃てるから、ミサイルだけ注意しましょう。もうすぐ飛行が撃てるぞ。間に合って、飛行発射。撃破。そして私は核魚雷でさようなら。急げ、残りチェックポイントは少ないぞ。まだ全然タンカーの体力は残ってるが、どうするんだ？前の巡洋艦がちょうど左に行こうとしてるから、左に行って、最後のチェックポイント付近で、やりきるしかないわ。行くわよ巡洋艦。あなたと私にかかっているわ。レベル51に上がる試合でもあるんだから、日本の戦艦で勝ちたいじゃない。核先生だったぞ。大丈夫よ。照準に時間がかかるから、その間に仕留めるわ。ヒルアップと、すぐに切り替えて攻撃準備。全面停車。そしてもうすぐチェックポイントだから弾薬回復。第一の関門は乗り越えたわね。次はあそこで耐えきれればタンカーに行けるわ。耐えても到着した頃の残り時間でタンカーの残りを削りきれるかはわからないけど、試してみる価値はあるわ。最悪の場合、私が沈んでもあの巡洋艦がやってくれることを祈ることはできるわ。すごい固まってるな。よし、突破するわよ。どんなに敵がいても冷静に、ミサイルの数でちゃ振らないように、弾道で見分けることを忘れずに、ここを乗り越えるのよ。もうすぐ車線が通るぞ。さあ、行こうか。思ったより敵がいなくて助かったわね。ただあのヤマトのバーストは受けるし、レーダーに映っていない敵艦の攻撃を受けるかもしれないから、まだ気を抜けないわ。
こんな風に攻撃されるかもしれないからね。今の、過去1綺麗に攻撃を受けたと思うぞ。耐え切った。おそらく耐え切ったな。残り体力10万。残り時間50秒。敵の体力は合計でギリギリ一石に満たないくらいではあるが、削りきれるか？絶対に、削り切るわ。食らいなさい。これが体感巨峰時代の力だ。安定的な20万。残り半分を40秒で。40秒なら飛行がもう1回撃てるわ。勝つのよ。勝ってレベル51になるのよ。味方と相まって沈めきれそうだぞ。飛行当然。飛行発射。チュートリアル終了。日本の誇る勘でレベル51になれてよかったな。ダメージ数は677万、7キルにアシスト。いい試合だったわね。本日もご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、星降る夜に祝福を。本日もご視聴ありがとうございました。レベル51とさらに、チャンネル登録者100人を超えました。次の土日かその次で、記念配信をするかもなので、その時はぜひお越しください。内容としてはモダンウォーシップスの戦隊となります。私の一流になれない二流空母を見てみたいという方、私と一緒にやってみたいという方など、ぜひお越しください。それでは今度こそ、星降る夜に祝福を。走り出せほらあのスターライト In the vast expanse I find my mind 繰り返しの毎日に戸惑い自分の音色にさまよってる心の奥に